皆さんこんばんは、さちです。今回はこちらのポリッシュを使ってビツメメなニュアンスネイルをやっていきます。爪が縦長に見えるデザインですよ。それではやっていきます。スタート。ベースコートはジーニッシュのネイルプロテクター03番を使いました。乳白色に近いほんのりベージュカラーで、こちらをベースに仕込んでおくと透け感の強いカラーを使っても実目が透けるのを防止できます。ベースが塗れたら3分くらい乾かします。ティップ2の212番を使います。212番をすべての指に塗っていきます。肌なじみのいい明るめのベージュカラー。キャンメイクの廃盤になったクリームチャイに少しだけ黄身を足したような色味です。ティップ2は韓国のネイルポリッシュなんですが、先端に丸みのある平筆で塗りやすく、サラッとしていてムラにもなりにくいです。乾く速さはキャンメイクやチフレなどと同じくらいで、他の指を塗っている間にある程度乾いてくれます。9点目代わりの時も常に上位にいるイメージで気になってた方も多いんじゃないかなと思います。テクスチャー、ハケの形、速乾性がどれも優れていて人気なのも納得なポリッシュです。他にはないような個性的なカラーもあって集めたくなるブランドです。ここまで塗れたら5分くらい乾かします。ネイルホリックの RO610 番を使います。RO610 番を親指の右側にカーブを描きながら重ねます。透け感が可愛いパープルピンク。こちらはリニューアル前からあるカラーなので細めのハケになってます。こういう部分塗りは細いハケの方が塗りやすいと思います。人差し指と薬指も同じように重ねていきます。カーブの付け方はお好みで大丈夫です。まずはカーブのラインを取ってから端の部分を塗りつぶすようにするとやりやすいと思います。こちらのカラーは一度塗りで仕上げますが、ムラが気になる方やもう少し濃くしたい方は乾いてからもう一度重ねてください。小指には全体に重ね塗りします。最初に塗ったベージュが少し透けるので、重ね塗りで絶妙なくすみカラーが完成します。中指は2度塗り目を塗ります。これ本当に塗りやすくておすすめです。乾燥時間は取らずにそのまま進みます。キャンメイクの N66 番を使います。N66 番をベージュの部分に重ねていきます。塗る範囲が狭いのでハケを縦にして側面を使うと塗りやすいです。N66 番はクリアベースのラメなのでベージュを活かしつつきらめきを足せます。カラー名の通り妖精の粉のような微細なラメで派手すぎず使いやすいです。人差し指と薬指も同じようにベージュの部分に重ねます。爪が小さくてハケでは塗りにくい部分もあるので、とりあえず塗れる部分だけ頑張って細かいところは細筆を使うと綺麗に塗れます。細筆は使うの苦手だなーって方は爪楊枝でも OK です。ここまで塗れたら3分くらい乾かします。チフレの006番を使います。006番でベージュとパープルの境目にラインを描いていきます。ハケ先に少したっぷりめに液を取って少しずつラメを置いていくようなイメージで塗るとラメが綺麗に発色してくれます。チフレのラメは開封したばかりは液がサラサラですが、何度か使ってドロッとしてきたあたりが一番使いやすいです。サラサラの状態だとラメをびっしりつけるのが少し難しいのですが、ドロッとした状態で描くとラメがびっしりついてくれてラインがくっきりと綺麗に仕上がります。なので私はドロッとしてきても薄め液を足さずに使ってます。チフレの細筆はザクザクな大粒ラメだから細いラインでもしっかりアクセントになって本当におすすめ。
人差し指と薬指も同じようにラインを描いていきます。こちらのデザインは実は2年くらい前に色違いでやってます。以前はキャンメイクのローズミルクティーを使ったのですが、久しぶりにまたやりたいなと思って色を変えてやってみました。こちらのパープルピンクはブルベさん向けカラーですが、ベージュとも意外と相性ぴったりでした。そのまま使うともっとパープル寄りな発色ですが、ベージュの上に重ねるとイエベさんにも馴染む感じです。乾燥時間は取らずにそのまま進みます。 N66 番をもう一度使います。 N66 番を中指全体に重ねます。ベージュだけでも可愛いんですが、メインのアートと合わせるためにラメを重ねました。小指は爪先だけに重ねます。ここまで塗れたら3分くらい乾かします。仕上げにトップコートを塗ります。縮み防止のためにキャンメイクを塗って30分くらい乾かしてからネイリストを重ねて仕上げます。トップコートが塗れたら30分くらいしっかり乾かします。大人っぽ上品ニュアンスの完成です。シンプルだけどおしゃれ見えするビス目デザイン。うねーっとしたカーブが可愛くて縦長効果もアップするのでショート爪さんにもぴったりです。使用したものをまとめます。両手揃うとこんな感じ。右手は人差し指と中指を交換して塗りました。この組み合わせほんと可愛すぎませんか？甘すぎないからお仕事にもぴったりな色合いです。もう少し引きで見るとこんな感じ。肌なじみが良くて指先がスラッと綺麗に見えますよね。パソコン作業の時とか手元見るたびに気分上がります。ぜひ真似っこしてみてくださいね。次回は視聴者さんに教えていただいたネイルマインのブルーを使って宇宙みたいなニュアンスネイルをご紹介します。楽しみにお待ちくださいね。今回はここまで。またねー。